飛行船の中で46時間連続で寝ちゃったわ。疲れた。これは箱舟？私たちが作った箱舟ね。懐かしさのあまりみんなの記憶を集めて復元したものよ。お前の星は魔王の基地の近くなんだな。魔王とヒロイン協会の戦争に巻き込まれるのが怖くないのか？安心して、ここは見つからないわ。私たちの秘密基地なの。この宇宙にも面倒ごとに関わりたくない人たちがいて、みんなでこのシェルターを作ったのよ。何か大きなことが起こるたびここに隠れるの。コズミックカタストロフを勝たせちまったらこの宇宙がヤバいんじゃないか？本当に手を貸さなくていいのか？いいんです。その時は投降すればいいだけです。ヒロインが引き金になるコズミックカタストロフの場合は特に、私は人形になるのが賢明だと思います。完璧な生物なのに自ら投降するのか？あなたに何がわかるんです？少なくとも私は生きています。どんな状況でも生き残れる完璧な生物だって言ったじゃないですか。私たちは投降しないわ。ただ何もしないだけよ。この宇宙では時にいろんなヒロインがコズミックカタストロフを引き起こす。最初は興味深かったけど後から気づいたの。どっちにしろ最後には必ず解決するんだから首を突っ込まないことにしたのよ。コズミックカタストロフは本当にしっかり解決するのか？実を言うと怖いわ。でもここは大勢のヒロインが集まる場所だから、みんな特殊能力もないのにヒロインを名乗るのは恥ずかしいのよ。お前が生体ボトルの一撃を打ち破ったみたいに？それも一種の能力でしょ。私が努力した結果なんだから。私が言ってるのはちょっとした未来予知とか未来を変えるとか時間を切り取るとか、そんな得意能力のことよ。それに比べたら魔王の能力はちょっと弱いわね。人を操り人形みたいな生き物に変えるだけでしょ。レッドの方がマシよ。少なくともヒロインにとっては脅威よ。おかしいな。なら戦線はどうしてこうなったんだ？レッドは俺が手を出さなければ魔王が勝つ確率が高いと言った。じゃないと彼女は魔王軍に投降しなかっただろう。実は彼女がさっき言った能力者たちはすでに魔王軍のメンバーなんです。どうして？魔王は彼女たちに決闘の招待状を送り、その結果負けて魔王の操り人形になりました。そんな、まさか未来予知とか未来を変える力があるのにどうして負けるのよ。私にも分かりません。現場を見ていませんので。だからしばらく考えた後、最も効率的な投降という方法を選びました。俺の感情を吸って酔いつぶれてたんじゃないのか？実はあの時彼女を攻撃するチャンスがありました。ちょうどエネルギーに満ち溢れている時でしたから。近づいて奇襲を仕掛けたら彼女は抵抗できたかどうかですが、私はその可能性にかけたりしませんし必要を感じません。投降するという考えが頭に浮かんだ瞬間、この世界が開けて自由になったと感じました。ついでに不知火たちを裏切って一緒に操られるようにしようなんてことは思いもしませんでした。で、お前は裏切ったのか？まだです。危ない危ない。あなたここで死ぬとこだったわよ。記憶をリセットするためにね。今の私は正義側ですよね。投稿し続けるのは投稿しないのと同じよ。なるほど、わかりました。で
ではお手数ですが、私を魔王の近くまで送ってくれませんか？あなたと交流できたのは楽しかったけど、今後は他人になっちゃうなんて残念だわ。その他人というのは陣営の違いからやむを得ず縁を切るという意味ですよね。そうよ。仲の良かった2人が訳あってたもとを分かつこと、見知らぬ人みたいにね。そうやって一歩ずつ近づいてくるのはやめてください。冗談ですよ。私も冗談よ。そうですか、わかりました。では魔王のところまで送って。ごめんなさい、わざと外したのよ。次は当てるわ。私を冷蔵庫まで送ってくれませんか？反省したいので。いい子いい子。よし、邪魔者はもう追い出したわよ。心配事？私に話してみて。魔王がこの戦争を始めた目的を知りたいんだ。一体どうしてこの戦争を始めたんだろう。私がかつてコズミックカタストロフになった理由を聞きたいの？ああ、わからないでしょ。私みたいなのがみんなを傷つけるコズミックカタストロフになるなんてね。初めてこの宇宙に来た時、自分の失敗を受け入れられなかったの。無念さで心に穴が開いて、結局その執念から私は子供をさらうコズミックカタストロフになったのよ。確かお前は子供好きだったな。この世界にナビゲーターはいない。そして私は心の穴を埋めたい。できることは見境なく心のままに従うだけ。あの時はみんなに迷惑をかけちゃったかもね。私の執念は託児所に変化し、みんなを子供のようにお世話していたら、みんな私がいないと何もできない廃人になっちゃったの。怖いな。いや、そうじゃなくて考えを変えられたのは良かったな。でしょ？ナビゲーターなら分かってくれると思ってたわ。レッドも同じよ。感情を吸収するのは本質的に欲望が無限に拡大したから、無限に食べ続けることで満足感を得るのね。ヒロイン協会が彼女を発見した時、みんなの感情エネルギーが凝縮したスーパー爆弾になっていたのよ。放っておいたら勝手に爆発してたでしょうね。ああ、つまりドロリースがレッドを救ったってことか。道理でドロリースを気にしていたわけだ。屈辱だったかもしれないわね。彼女次第だけど、なんたってお子ちゃまだものね。ナビゲーターの娘と同じようなものでしょ。娘？父親として救ってやらなきゃって言うんでしょ。あなたは子供のわがままを許すタイプじゃないはずよ。俺は子供を甘やかしたりしない。だから今の魔王の行動には少し疑問がある。あいつのタイムラインの中の俺は本当にそばで成長を見守っていたのか。なぜ彼女はああなってしまったんだ。本人に直接聞いてみればいいんじゃないの？え？あの子はあなたに逆らえないわ。